こんにちは。大学の翔也です。今回はこのリフォーム現場になりますね。和室を洋間に変えていく現場になるんですけども、若いお孫さんがここへ入るっていうことで、どうしてもこの和室が嫌われてしまうんですね。綺麗な洋間に変えていきたいと思います。やっていきます。前回はね、解体と床張りまで見てもらいました。床はなんぼ頑張って張ってもね、養生をしっかりしないとまた傷がついてもね大変ですから、まず養生して、そして次の仕事ですね、天井をまずやっていきます。前回のこの解体でね、元々の回り縁は残してあります。っていうのがね、リフォームの場合だけなんですけどね、エアコンの位置を変えるってことができなかったんですよね。外仕上がってますし、穴も開いてますし、そうするとここへまた同じエアコンをつけるってこう計画ですから、高さをね高くするんならまあいいんですけど、低くできないんでね、エアコンのつくスペースだけを取ってこの下地しようと思うと、今こうしとるようにね、回り縁に少しだけかけて下地をしていかなあかん、この高さしかなかったんですね。ですから回り縁はあえて残してね、そこへ下地をしてます。もともとがね和室ですから、着合室に間柱が入ってないんやね。でも古い回り縁とこの新しい下地ぐるぐるっと回すこの野縁がね一体にできるんでね、この縁取りがもうしっかり丈夫な下地になりますよね。天井下地はね、いつものように野縁だけ4センチ角だけで作っていきます。野縁だけで作るっていうのはね、見た目荒く見えますけどね、全体を300ピッチで流してあって、そしてこのビスの効きがいいですよね。薄いハンド縁で作るよりはビス効きますしね。そして全体の通りというか丈夫さですね、ピンとこだわってしっかりした天井下地ができると思います。自分はこの野縁だけで組むのがいつも好きでやってるんですけどね、それは人それぞれ工夫してね、いろんな形でしたりしてますけどね。どうですかこれ。そしてこの天井下地のむくりですね、真ん中でやっぱし4ミリから多くて6ミリですかね、4、5、6ぐらいはむくらします。まっすぐやとね少し下がって見えます。そして全体はビスで組むんですけどね、次だけはやはりガン、言うと鉄釘やね、鉄釘も合わせて打っとくっていうのが基本ですよね。もし切れた時に少しでも下がるとどうしてもここだけたわんでしまいますからね。そして下地の上に乗せる断熱材だけは再利用できましたね。そのまんまきれいに引いてやれば面積変わりませんし、これ22、3年前の正直断熱材なんですけどね、これがねもう10年も古いとなかなかね再利用って梱包がちょっと違ったよね。この自分からこの今と同じようなきちっとしたこの袋状に入ってますからね、再利用が可能ですよね。どこも傷んでませんよね。それではね、天井のボードを貼ってきます。天井は9ミリを貼ります。自分はね、天井のボードを貼るときはね、ボード切りまでは使わなくてね、カッターで切ってます。っていうのは縁は見えませんからね、壁に入る部分はカッターでクリッパーでもちょっとデコボコになっててもまあいい仕事やね。でわざわざボード切り習字機用意してねするよりカッターでやった方が早いですよね。そして昔から使ってるこの相棒でね、下から使えてもらっていつも天井は張ってるんですけどね、ボードはやっぱし天井張りが一番簡単に張れますよね。障害物がないですからね。
これで天井が張れましたね。今度は押し入れのあった部分にクローゼットですね。まずはこのクローゼットの外回りの木製の枠を作っていきます。製品のクローゼットじゃないんですね。木で枠して、そして建具屋さんでクローゼットの建具を作ってもらう作り付けのクローゼットの棒ですね。一緒やろ。全体にこっち側やったよね。既存の柱に合わせてね、半柱を立てていく。少しだけ変えてたんやね。帰りに合わせて上と下のこの厚みを少し変えてやってね。特に釣り戸の場合はね、水平にしか動きませんからね。まっすぐ立ててもらわんとちょっと具合が悪いんやね。しっかりとこの磨き込んであるんでね、こういう磨き込んだ柱にボンドでつけるってね、ちょっとつかないんですよ。ですから表面の残ってるワックスをサンダーで落としてやってね、そしてホコリも濡れ雑巾で拭いてやって、そして木工用ボンドでつけてきます。木工用ボンドでひっつける場合はね、ホコリを拭き取ったりした時に濡れてもそのまんま半乾きでもひっついてくれますよね。かえってその方が綺麗にひっついてくれますかね。ボンドやね。まあまあ。もう一つ寄らないね。で、新しいこの半柱はね、温度だけでも良かったんですけどね、クローゼットの入り口っていうことでね、建具が入ります。建具が入れば、正直見えないんですよね。ですから新しい半柱はね、ビスも使って留めていきます。ビスの頭はね、角線で隠したんですけどね、正直クローゼットの入り口は特に折れ度がだいたい外に開きます。建具で見えないっておかしいけど、目隠し状態にこうなるんやね。ですからビスで留めて樽線で埋めてやればもうで十分なんですけどね。先ほどの半柱はね、エショーの既存の柱にひっつけましたよね。ですから無理やりにでも厚みを変えました。反対側の場合はまっすぐ立ってれば OK ということで、通ってる分だけをね、パッキンで直します。そしてきちっと縦をつけた後に鴨居を長さ取って光って入れます。この鴨居はね、押し入れの鴨居を残してありますからね、それの下にひっつけて建具のこの溝から上向いて留めれます。ですから長さだけを切ってね、入れてきます。で長さがどうでしょうかね。そして枠とね、この大壁との収まりは、額縁とも言いますけどね、目切りで収めます。っていうのは、これ元々の入り口の鴨居も今回のこの枠も4寸なら4寸で入ってます。結局額縁目切りで引き出してこんとダメや。クローゼットだけを表に引っ張ってもね、どうしようもないんで、全体のバランスっていうのもありますから、全体を木の額縁で仕上げます。
そしてこの収める額縁なんですけどね、コーナーは45度の留めではなくてね、芋付けで収めます。要は塵をつけて収めるってことやね。そのことでこの回るのがと楽になりますよね。っていうのは和室仕上げで仕上がってる材料っていうのは全部1から10まで塵仕上がりになってます。柱よりも横もは木柄を小さくして塵をつけて回ってあります。そのことで小口が出ない、綺麗に収まってる。それを真っ平らで今度は額縁で仕上げを思うと全部寸法を変えて作ってこんとダメやってことだよね。それを本付けでいきますとね、塵収まりで仕上げることができるんですよね。この仕事がと楽になりますよね。これで額縁、この焼くもんができたんで、ここでようやく壁の下地をしていきます。壁の下地はね、一気に仕上げるっていうのは無理ですからね、一面一面レーザーで立ちを見て直していきます。これをねえやレッスン5でもともと和室ですからね、柱が3尺万にしか入ってませんからね。これちょうど壁塵がしっかりありましたからね、その間に入る道具で側柱代わりにまずこの横も打つまでに入れておきます。横道具打ってからやったらもうこれ入らないんやね。ビス系でこういうふうに通りで見たりね、上下で見たりして流行りのないように壁の通りをまっすぐにしていく。言うのは簡単ですけどね、それをやっていくのがリフォームの壁の難しいところですね。真柱代わりにね、三尺の間に入れた動物をね、やっぱしこの真ん中で止めておかないと全体がざわついてしまうよね。古いボード下地の位置を探してね、ここへピストンもんである。下地は一定で作ってあるはずですからね。戻してやったらまっすぐになります。これでね、部屋全体のこの動物がこう打てたんでね、ボードを貼るまでにまずクローゼットの棚をつけていきます。600でカットすればこの棚はボードを貼って仕上がってからつけるんじゃなくて、最初に壁に埋め込みでつけます。その方が丈夫ですしね、綺麗に見えます。第一苔の酸が見えませんからね。30ミリの積層であれば一見これはもう十分に持ってくれますよね。それではね、壁のボードを貼っていきます。壁はね、天井と違ってボード切りでね、真ん中を使ってね貼っていきます。この方が楽ですよね。今度はねスカッといきますからね。45の65
リフォームの場合だけがこのように差し込みの本体、このボックスと中身がついてます。これは電気を使うためにね、あえて差し込みスイッチを残してあるってことでね、新築の場合やったら丸でも印するだけで電気屋さんが開けてくれますけどね、リフォームのついてる場合は大工自身が穴を開けてその器具を取り出して、その一手間だけが新築と違ってね、壁のボードを貼る時のちょっと厄介なとこですよね。1187でよっ。このようにね、壁に額縁が刺さってる場合、ボードを切り替えてね、貼ってもいいんですけど、額縁本体をボードの厚みで切ります。クロスのやっぱり仕上がりにも関わってきますからね、できるだけ複雑なとこはひっついてた方がいいんですよね。額縁をスカッと切れば関係なくスッとボードが入ってくれますから、綺麗に仕上がりますよね。そして一番最後の仕事でね、幅木を回ります。幅木のコーナーだけは留めで回ります。トーン付けにしますとね、芋付けでしますと角が丸く作ってありますからね、うまく合いませんね。ですから幅木だけは留めで収めます。そして幅木を留めるのはボンドとピンタッカーで留めます。もう打っても分かりませんしね。幅木の場合はタッカーを打つ溝が切ってありますからね、ここへ打てばもう全然分からないんですよね。そして今回回り縁はね、なしで仕上げます。こっちとこっちに。これでこの縦が入ってね、最初の和室が洋間に生まれ変わりました。ちょっと畳がなくなってね、寂しい気はしますけども、若者向けのね、部屋に生まれ変わりました。以上、大工のしおりでした。